今ちょっと喋ろうと思って動画何本か見たんだけど、これ集団ストーカー周りにいる臭いね。ミスリードとか悪評流し。特にこの小倉美咲ちゃんっていう子のお母さんへの悪評流しあるね。で、小倉美咲ちゃんのお母さんの職業は、この間の16歳少女、障害者施設の冤罪で拘留されて餓死しちゃった子とか、旭川14歳少女凍結遺体事件みたいな感じの職種ではなく、ペットのトリマーかなんかみたいですね。集団ストーカー被害者として狙われている職業で、福祉施設とか、だからペット関係、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 ペット関係ありますよ。トリマーじゃなく、ブリーダーとか。あとね、ペット虐待とか見せてくるよ。集団ストーカーが住んでいる地域とか私知ってるんですよね。新興宗教団体とか、在日系帰化した連中も含めで、あいうえお700様の言う通り彼らって、理容美容理美容師床屋とか美容院とかやってるんですよね。これも間違ちの話で、あと修理工場なんかもやってたり、あとヤード廃棄物回収業とかね、そういうのも彼らがやっていますね。でそれらも分かった状態で、それら付近歩くときにミニダックスっつうんですかね、足の短い人気のある種類だと思うんですけども、私分かんないけども、それがお腹膨らんで多分妊娠してて、足短いんで歩けないんですよ。それ引きずってんの。それを私の目の前でわざと見せてくるんですよ。で私は荷物すごいいっぱいボストンバッグにパンパンに入れて引きずって歩いてる。引きずってるか、それを引いて歩いてるんですよ。キャリーバッグすごいでっかいの、重いやつで、さらに私がそれして歩くとすぐにキャリーカートキャリーバッグがぶっ壊れるように、そのミニダックスの妊娠した歩けない足が短くってお腹大きくて、それを引きずってる連中が、現れた地域道路アスファルト削られてんのね。あとくさびを巻かれてるみたいな、砂利巻かれてるんです。その砂利でキャリーカートが引っかかって前に進まないとか、アスファルト削られててとんがってるんで、それによってキャリーカートのタイヤがすげえ速攻で摩耗していくとかで、それにより私がそっち方面に歩いていかないようにで、別の方に歩いていくとひき逃げされるみたいな、すごいことするよ連中。マジガチだから、この話作り話でもできねえよ、こんな作り話。またやられた。こいつらっすよ、集団ストーカーって。これまた、はい、さっきの34分だったら6分後で、リモコンいじってないんで、リモコンここにあるけど、もう電源ボタンも電源オフボタンもすでに押してるんで、こんなのね、わざわざ表示されることがない状態でさっさと電源切れてほしいんですよ。電源切れないでこういう風にずーっとつけっぱなしで、連中の写真
連中が撮られたね、証拠を撮られた写真、こういう風に出てくるのね。多分今のやつは地域課だね。ここ地域課と生活安全課どっちも来るから。最初の方のやつらが生活安全課。それは確かめてある。あと同じ日に現れたこいつらは地域課。どっちも来る。別々で、お互いが職権乱用とか逸脱した行為しないように見張ってるとかそういうのはない。どっちも同じ流れでグルでこっちに加害してきてる集団ストーカーだから。私地域課も生活安全課も嫌い。あと刑事も嫌い。刑事もグルだね。で生活安全課ってなんか結構権力ある臭いけど、刑事の方が権力あるんでしょ。違うの？生活安全課の暴走ぶりはないね。でそれも喋れない状態でしょ。やばいね。本当アメリカよりも言論の自由度低いね。でアメリカレベルに言論の自由度高めちゃうと、言論の自由性を認めちゃうと、多分生活安全課やばいと思うよ。だって現状だってやばいからね。現状ですらいろんな犯罪とか漏れててやばい状態。またアース線触りました。今何の話したっけ。これやってなんかいつもより普通に喋れてる感じしないですか。でこれやってじゃあちょっとこのメモの方の話しますね。で冒頭からで今何分？15分か。ちょっと1回切って2本に分けますわ。でこれ2本目だね。でこのメモの話する。で冒頭の方で1本目の方で言った電磁波の方ですね。今74から変わんなかったね。で今画面触ってんじゃなくてここ触っててあれが出たね。パッシングみたいなことしたね。されたね。今なんで上がってんだろうね。帯電感ない。来てない。喋れなくなる攻撃。今入ったけど動かないでしょ。今ね、こっちに移動してる。またくっつけた。一回122っていうのが出たちょい前に左側に移動したんで、左側にやりましたね。今脳の方、後頭部、脳の方に移動してる。けどそれに追随していちいち動かすとまたいろいろ計測できないんで、ちょっと円髄首やや中央より左側にアース線くっつけた状態でこのまま喋りますわ。嫌がらせの妨害入んないね。もしかして来てるけどもアースで流れてってこういう風に喋れてんのかね。それはない。あと筋電センサーね。筋電センサーっていうのは私アマゾンの方で部品とか買って喋れなくなる攻撃やっぱり来てる。全然来るわ。来てるわ。連中がわざとミスリードか何かでして聞いてなかっただけだわ。筋電センサーっていうのを自作で作れるっぽいんで、買うっつってもかなり高い5、6万のしかなくって。で、それ買って何になるのみたいなところあるんで、自作で筋電センサーっていうのをちょっとやりながら、この変になる喋り方のあたり、電磁波の計測とか試みてみようかな。あとはなんだっけ、ESP32 か。あれで Wi-Fi 電波で盗撮も試みてみようかなと思ってるんですけれども、妨害やってなかなか進まないなみたいな感じです。なければすぐやれる、手つけれる。1週間以内で
手つけて1週間以内で組み立てる動画収録まで行くと思いますよ。で妨害あるんでいつまでも何買ったらいいか分かんない状態。軽く Amazon で検索したら部品なかったね。高いやつあるんだよ。3000円ぐらい。3000円とか5000円の高いやつは Amazon でもあるんだけど、 ESP32 って600円ぐらいで買えるらしいですね。でそれを複数買うの。3000円とか5000円で1個しかないやつ、他の機能がくっついたやつが売ってて、それ5個とか6個買ったらすごい金額になるじゃないですか。3000円のだとしてもサブ68、1万8000円か。600円の10個買って6000円だからね。で10個と5、6個違うからね、言っとくけど、センサー1個でも盗撮できるらしいですけども、だから私たちが何でどういうふうに盗撮されてるのか、どのぐらい盗撮されてるのか、それ市販品でどのぐらい確かめられるかっていう話に入りますね。これ何か計測してるかもわかんない。今の140、こっちでね何か急に動作始めたとかいうのがないんで、ボルトメーターしか見てないけど RF とか動いてる。まあ 0. いくつなんでほとんど関係ないですけどね。ボルトメーター動くね。 EF 動くね。あ、鼻に今これ鼻に攻撃、レンジャー攻撃でくしゃみ出たけど動かなかったでしょ、ボルトメーター。そういう感じだから、動く類と動かない類あんのかね。でわざと動く類のやってきてんのかね。でね、メモの方の読み上げして終わりますわ。消防の嫌がらせひどいっすよね。消防、集団ストーカーは集団ストーカーで、まあカルト宗教がやってるとかなんかいろいろ言われてるけど、私カルト宗教の信者じゃないんですよ。脱退したとか勧誘断ったっていうのも経験ないんですよ。勧誘もされたことないです。正味の話。よくある駅前で祈らせてくださいとかさ、あるらしいじゃないですか。それはね絡まれたことあるね。新興宗教団体の祈らせてください、うわうぜって。下手に拒否するとほら、だからその集団ストーカー被害に遭うかなとかいう感じも怖いんで、ゲップ触らぬ神にたたりなしみたいな感じで、うわーちょっと見えないふりして無視してたみたいな感じ。そこに勝手になんか祈るみたいなね気持ち悪いことされるんだけど、そんな経験はあるけど、あとはアムウェイね。アムウェイの勧誘と新興宗教団体創価学会の勧誘一緒かって言ったら、まあ一緒かもしれないけどね。詳しい話、私詳しくないから分かんないけども、一緒かもしれないけど、そんなもんで新興宗教団体から勧誘されたことない。あとなんだっけ、物見の塔かなんかの外国人が訪問してきたことはあるけどね。それもめったに来ないですよ。私が中学生の頃とかに2、3回来た程度ですよ。何年間に毎年とかでもなく、何年間に1回来た程度ですよ。まあそんな経験誰でもあるはずの経験しかしてないんであれなんですけれども、だから本当集団ストーカー被害に遭っている意味がわからないですね。いつもより軽いね。いつも近所迷惑になるぐらい大きい声でって喋れなくなる症状出るけど、
で、本当にあれなんですよ。だからアース線から逃がしてるのかもね。電磁波。ある意味。できてるかもわかんないね。まあいいや。で、ライブ配信とか連中に妨害されてるんですけども、ここね。でライブ配信なんか私一日に誰も見ないような動画こんだけ出すぐらいの人なんで、ライブ配信も誰もいなくてもずっとやり続ける時期とか、その可能性ってかなり高いんですよ、私って。で、それを連中妨害やれないようにするために、お前ライブ配信したらここの住所喋りながら消防車車両で火の用心のパトロールしているふりしてここの住所喋って歩くぞってやられてるんですよ。マジでガチで。灯油業者も集団ストーカーだけど、消防署員、消防団員、消防庁も集団ストーカーですね。あと郵便局ね、郵政省も集団ストーカーだけどね。あと警視庁、警察庁、自衛隊、防衛庁もね、集団ストーカー、マジガチ。で、それ認めちゃうと自分たちかなり不利だなってわかるんで、認めたくないっていう人たちたくさんいると思うけど、事実は正確に把握してた方がいいっすよ。だから事実を正確に把握できてると、ある程度未来予測可能ですからね。で、まあ、なんつうのかな、消防署員、消防団員、消防車両、物的お参りのサイレンだけじゃなく、スピーカーで防災火の用心のパトロールのふりしながら個人情報を漏洩するように嫌がらせするんですよ。でそれってほらって見せれないでしょ。ほらこういうふうにここの住所言ってここ通り過ぎるんでしょ、ひどいでしょってやったら自分で自分の個人情報を漏洩することになるでしょ。連中そういうところでほのめかしもやりますね。だからここだと台所の流しの三角コーナーとか気持ち悪い汚いもの人に見せないでしょ普通。あと私の股間攻撃されてるとかね、そういうところで人に見せない部分で脅迫嫌がらせほのめかし展開しますね。ほんと卑怯で汚い集団ストーカーって。でまあパジェロ壊されててねそのパジェロ壊された時にね、病院で突っ込んできた側が被害者になってる。私突っ込まれた被害者なんだけど加害者になっててでその突っ込んできて被害者になった側が病院で大腿骨骨折で入院中に妊娠っていうね。その話急になんで言ったんだっけ。ちょっとサングラスするわ。で今サングラスするわっつって今サングラス取った。そのタイミングに、いやそのタイミングじゃねえだろ。間に合うか。間に合った。これ今電源切れっから。ほら切れた。今サングラス取るっつってサングラス取ったタイミングにここのディスプレイ電源切れた。でここ四角あったでしょ、それ消えたでしょ。今電源切れた状態。ここはスタンバイでついてるけどしばらくしたらこれも点滅もなくなる。これ切りますね。こういう感じですよ。全部こういう風に嫌がらせされまくりね。でそういうのをすぐにこういう風に収録できる準備とか、細かいことを
いちいち収録して報告してない限り連中のその加害手口っていうのはなかなか公にできないで、それだけじゃないから、そういうタイミング嫌がらせされているだけじゃない、そういうタイミング嫌がらせが1回2回あった程度じゃ、逆に私みたいな人間はなんか面白いってなるからで、そんなちょっと抜けたタイプの私でも許す余地ないしぐらいシリアスに、こいつら嫌だ、本当に嫌だ、堅くなに嫌だってなるぐらいの加害こいつらしてきてるから。で、それらによりどういうことになってるのかを脅迫してきてるんですよ。お前の動きとか全部把握してるよって。で、Fire Stick テレビもディスプレイの電源切るタイミングも全部お前にはできないけどこっちはできてるよって。で、私消すことできなかったでしょ。消せてなかったでしょ。連中はそのタイミングに消したんですよ。偶然じゃないですよ。いつものことだから。私は分かってるけど。で、そういう偶然のタイミングだけで嫌がらせがあるんじゃなくって、ことごとく常に逐一必要に嫌がらせされることによって本当嫌になる。で、そういうタイミング合わされるとか、それをほのめかされるだけですげえ嫌だって言ってるんじゃなく、すげえ一番嫌なのは電磁波攻撃。マジでガチで。で、今これ150とかなってるけど、これの意味わかんない私。じゃあ話すよ。これまだ手のひらが近くにあるんで50ぐらいだけど、遠ざけるとこうなる。実際私が今アース線円髄に当てたりとかしてアンテナになってるから、これ触るとこの数値になるわけだけ。実際はこの状態、今の電磁波っていうのはこの空間ので、今アンテナの状態になってる私が触るとこうなってて、でさらに150とかなるのは、どういうことかなみたいな、そういう感じですよ。ちょっとこのポーズが疲れるようにこの肘のあたりに電磁波攻撃来てる今で、消防って集団ストーカーだよね。だから私連中使いたくないんですよね。見たくないし、すごい嫌いになってる消防の連中で、東日本大震災被災してますけども、体験してますけども、東北人なんで、で当時も私どっか出稼ぎ行ってていなかったっていうわけじゃなくいましたんで、東北にね。その時に連中外出かければいつもは見かけないけれども、たくさんでもないけど見かけるみたいな。つまりね、東北に集結してたから当時消防車両応援とかで、だから台数多かったみたいな。だけどどこで何してんのか分かんないですよ。プラップラしてたよ。店が開くのかな開かないのかなみたいな感じで、行列に並んでる時に国道バイパスを1台か2台消防車車両通ったのを見かけたけど、どこから来てどこに行くのか、そして何しに来てんのか、何をするのか分かんない。彼らただ集まってきてるだけっぽい感じで、多分連中の被災した連中関係のところにだけに集まってんじゃないですか。普段からそうでしょ、集団ストーカーって。集団ストーカーが犯した犯罪はどうにかしてうやむやにして、薩丸事件でも G 丸事件にしたりしてるでしょ、普段から。
それも消防グルで連携でやるじゃないですか。様子からうわこいつ変なこと言うんじゃねえよじゃなくって、こっち情報弱者でそんなに情報漁ってないけど、詳しい人たち次から次へとそういう案件、疑わしい案件出してくると思うけどね。で私もいつもそういうのを見かけてる感じするけどね、いちいち覚えてないだけで。初動捜査がどうのこうのとか、特に連中ですよね。だからこの小倉美咲ちゃんの事件もそうですよね。でなんだ消防団員の妻がどうのこうのっつうのがなんか事件の失踪事件のミスリードとかもやったらしいじゃないですか。なんかでだからといって私と一緒に消防団員の汚点っていうかね、疑わしい部分、その人と私が連携で、言及してるんじゃないですよ。関係ないよ。私そんな簡単に発見できるような失踪事件、何未解決事件にしてんのみたいな感じでしかないから。でその未解決事件になっていく過程で、失踪事件とかだと消防団員とか警察の初動捜査の誤りみたいのが露見してきて、そのからくり様子も言論弾圧されてて正確な情報出ないっていうね。いつもそういうのを疑って喋ってんのね。防犯パトロール、集団ストーカー、消防の連中、ほんとくっせえなーって。で大災害があっても私たちとは見かけるとしても、なんかどっかに通り過ぎていくのを見るだけ、見かけるだけで、こっちに何かしてくれるってことは一切ない。けど後から入ってくる情報、立ち入り禁止、私たちがの目に触れないところで火事場泥棒をやってる疑いかかってる。で消防が特に火事場泥棒をやりやりそうなやつらいるけれども、庶民の話まじがちですよ。あと酒飲み多いしね、集まってね。だけれども警察官で、その警察官もあれでしょ、消防がいるところで火事場泥棒をやってるんでしょ。結局は消防の連中その火事場泥棒をやってるとこ見かけたりとかしてねえの。警察だからどこどう漁ってもいいの。災害現場。私自分の家火事になったことないけど、火事になった人は知ってるのね。その人も私から見ればパトチンで集団ストーカー側の人間なんだけど、多分いい家に住んでたと思いますよ。火事になった家っていうのはいい家だったと思う。内下場なのかで、パトチン側の内下場なのかなんかわかんないけど、前にも言ったけど、その人は私になんで自分ばっかりこんな目に遭うのって。そんなに親しくないし、そんなにその人の過去とか長く知らないんだけど、その話になった時にもうとにかく言いたいみたいな感じで言ってきたね。なんで私って女性ですね、こんな目に遭うのって、私ばっかりって言ってたね。まるで集団ストーカー被害者のセリフだけどね。パトチンスよ、私から見て。その人全然余裕でガチでマジで。パトチン側で何かあってやられたのかもわからないけどね。これ触ってないと。今これ右手で触ってる。もう手交換した。で左手でアース線円髄に当ててるいう感じ
マジガチ消防集団ストーカーとして消防の動きってマジガチひどい、うざいで、もう鉄砲玉みたいにあからさまで、防犯パトロールも連中やってるわけでしょ。で結局いらないよね、消防。もう消防署員消防団員いらない。インフラ整えれば整えられるから、 AI かロボット化で消防って。それからそもそも火事が起きないように鉄壁にするのが、仕事だから、それ消防署員とか消防団員いらないよねインフラ技術者でしかないから、そこで必要なのって。でなんだっけ、賢いものは走らないんだっけ。頭のいいものは走らないんだっけ。なんかそういう言葉あるんでしょ。いつも体力作りしてスワットみたいな訓練して、自衛隊員みたいな訓練して、火事が起きないようにする訓練っていらないんですよ。もうセンサー、それからもし放火であれば放火犯もまた消防署員消防団員多いんだけどね、出動したくてしょうがないんだ。火事が起きないようにする仕組みとかインフラ整備、それ技術者が必要なだけで、じゃあお金がかかるじゃんで、お金がかかるようなことをする技術者いらないから、安くできるでしょって。ESP32 だっけのチップだって600円ですよだから私は100円未満でセンサー、赤外線センサーとかの話してたけど、それ例えば5、6個つけるじゃん、赤外線センサーじゃないと意味がないからね。防犯パトロールいらないんですよ、その赤外線センサーつければ。でそれって小学生とかの夏休みの宿題みたいな感じでできるレベルの簡単なものでしかないから、それでやれやいいじゃん、やらせりゃいいじゃん。あと暇持て余してんだから、老人たちもそれでちょっとボケ防止でやればいいじゃんみたいな感じでしかなくって、人件費払わないのかみたいなねボランティアでやりたいとか、どうにかして地域の人たちコミュニケーション取らせたいっていうのでやればいいじゃんっていう話で、暇持て余してる人たちがね。でその話してたんだけど、 ESP32 っていうチップが600円で手に入るって話が知らなかったから、じゃあそれ使えばいいよねになるんですよ。で600円と100円全然値段違うじゃんね。100円未満、赤外線センサーは100円未満だね、1個ね。 ESP32 は1個600円ぐらい。大量に買えば値段下がると思うしね、全然値段違うだろう。いや赤外線センサー5、6個つけていろいろ分かることが ESP32 で1個でもっと広範囲にもっといっぱい分かるそれ確かめるために自分で工作DIY やりたいって思ってんのね今ね。わけもうこの話に戻るわ。その話はその話でやるつもりで、それ妨害されてる。筋電センサーと ESP30 に妨害されてる。今妨害されてる案件、あと精神病院の話、今それを喋るのも妨害入ってるでしょ。精神病院の話と ESP32 の話
と筋電センサーの話、これ今妨害されててできない。レビューの妨害と同じレベルでやろうとしてもできなくされてる。で消防って言えば美少女女子高校生の父親も消防団員なんですよ。消防団員絡みで集団ストーカーの加害、引っ掛け、罠あるよねって。あと群馬のスキー場でも連中からいじめられたから、最初は花から最初からいじめてこないですよね。正体明かしながらバレながら、バレる状態で姿現しながらの加害だから、油断させといてとかね、ミスリード罠仕掛けながらの嫌がらせなんですよね、連中の。で最後やめる時なんか春が来てスキー場閉めるっていう時の間際なんかもうめちゃくちゃっすよね。素顔さらしまくりで、このまま無事に返すと思ってるみたいな感じで加害してくるからね。でそういうのがなければもうそこのスキー場個室料だったから毎年行きてえなって思ってたもんね、最初の1ヶ月2ヶ月は。でももう最後のシーズン3ヶ月ぐらいしかないから、もう3ヶ月目あたりはもうとにかくめったに働く収入得られないから、自分って今最後まで無事にやって、そして襲われないように無事に帰ろうっていう感じだったね、最後の1ヶ月。いやほんと間違っちきつい。だからね、一緒にどっかで働きたいっていうのはあるんだよね。ちょっと円髄につけるのもう疲れたんでやめましたで小倉美咲ちゃんの事件もその初動捜査とかで消防とかいたはずだけど、いまだに情報錯綜してるね。行方不明になった時間とかいつまで一緒にいたとか、でさらに遺族、父親とか母親、この小倉美咲ちゃんの絵の、悪評流しね。その悪評流しの様子見れば、ああいつもの連中集団ストーカーじゃんって。でその悪評流しする集団ストーカーに対して警察って消防って被害者側に攻撃してくるからね。悪評流ししてる人たちにすげえ親切だから、狙われてる悪評流されているこっち側に向いてくるから、悪評流してる人たちを背にして。凱旋なんかでも同じ様子あるでしょ。集団ストーカー被害だよ。だから見てて一緒だよ。集団ストーカー被害だなと思いますね、見てて。で小倉美咲ちゃんの母親の職業もペット関係ということで、連中ペット業界なんでだろうね。食肉、日本の食肉業ですよ。屠殺場もう連中ですよ。焼肉屋とか屠殺場連中っすよ。で連中に任せてるというより連中に取られちゃってんでしょあと私線路工事やってたけど、線路工事の業者も連中っすよ。びっくりしたわ。なんでこんな安定収入設けられる職種があって。だって彼らパチンコもでしょって。で本当に日本人ってマジでガチで
ちゃんと稼げないようにされてるよ。かなり鉄道業界がそれだからね。で、集団ストーカー、パトチン、火事場泥棒、生活安全課、詐欺だよね。私の生活が危険になってる。不安だらけ、危険だらけ、不安定、まともに生活できない。だから出かけることもできないぐらい危険な状態にしているのって生活安全課だからね。23条通報内容。精神病院じゃなく強制収容所。とりあえずこんなとこにしときますわ。以上です。